私はリューネベルク国王ノーランド・フォン・リューネベルクである。先日我が同盟国であるキルアニア共和国が黒の騎士団による軍事侵攻を受け壊滅状態に陥った。全ては超合衆国の指示によるもの。このようなこと断じて許せるものではない。よって私はここに超合衆国へ宣戦布告する。このリューネベルク国王による宣戦布告から早3日が経ちました。開戦直後にリューネベルク軍は隣接するブリタニア共和国の都市カートフェルへと侵攻しましたが、黒の騎士団とグリンダ騎士団によって阻止されています。以降サンルイズ、アクアシティ、ピアースなどの各都市とリューネベルクの国境線付近では黒の騎士団やグリンダ騎士団とリューネベルク軍の睨み合いが続いています。お父様、これは戦争なんですよね。ああ、残念なことにね。リューネベルクと超合衆国は戦争状態にあると言っていいだろう。また長く続いてしまうのでしょうか。心配はいらないよ、さくら。人は平和を望むということをみんな知っている。だからこそ長かった戦争が終わり、皆手を取り合ったのだから。はい、お父様の言う通りよ、さくらちゃん。心配しなくても超合衆国や黒の騎士団がこの戦いを終わらせてくれる。きっとね。でもこのノーランドという人はどうして戦争を起こしたのかしら。今の情勢を考えると勝ち目などないはず。戦争を起こすからには必ず目的がある。ノーランドの目的は一体。リューネベルク軍の様子はどうだ？依然として動きなしですね。ここから 30km 先で部隊を展開してはいるのですが。ゼロとグリンダ騎士団から引き継いでからずっとか。何も打って出てこないのは気味が悪いな。はい、これではカートフェルの住民たちもここに帰ってくることができません。みんな早く家に戻りたいだろう。なんとかしたいのだが。ですがタレール司令からは限界態勢を維持せよとのご指示のまま、超合衆国議会がリューネベルクへの対応を決めきれておらんのだ。仕方がないとは理解しているが歯がゆいな。はい。ご覧のようにリューネベルク軍は4つの方面に部隊を展開。黒の騎士団と膠着状態に入っています。膠着状態ということはリューネベルク軍の動きがないということなのですね。はい、戦闘行為があったのは3日前のカートフェルのみです。ゼロとグリンダ騎士団によって初手を封じられたため、リューネベルク軍も安易に戦闘に踏み切れないものだと思われます。ゼロの牽制が効いているというわけか。ただ戦闘行為が行われていないというだけでカートフェル方面に戦力を集めている動きが見られます。となるとノーランドの目的はやはりこの超合衆国本部ということになりますね。まずいぞムベウレニ議長。このままでは全面衝突となってしまう。そうだ、早くノーランド王との交渉を。分かっています。ですがノーランド王どころかクーデリアン首相とも連絡が取れんのだ。そんな、それでは徹底抗戦を唱えているようなものじゃないですか。ノーランド王とて戦力差が歴然であることは承知のはず。いや、こちらが手を出せないと踏んでいるのでしょう。なんせ向こうにはフレイヤが3発、いや4発もある。ああ、キルアニア共和国が隠し持っていた一発がリューネベルクに持ち込まれた可能性があるのでしたな。それにナナリー様も囚われています。そうです。交渉という手段が取れない今、フレイヤと人質の問題を解決しない限りリューネベルクを止めることはできない。ムベウレニ議長、私から提言がある。よろしいか？
ゼロ。はあ、何かいい方策があるのか。代表の方々の議論の通り、リューネベルクに積極的介入を行うには、フレイヤを無力化しナナリー顧問らを救出する必要がある。そこでまずはフレイヤの問題を解決するためにこの方に依頼した。彼女をこちらへ。博士、こちらへ。あなたは。防衛企画開発高等研究所から来ましたニーナ・アインシュタインです。ニーナ・アインシュタインだって。フレイヤを作った張本人じゃないか。悪魔の科学者がどうしてここに。そんな言い方。酒井、皆さんのおっしゃる通りです。多くの人の命を奪ったフレイヤという兵器は私が作りました。だからこそフレイヤを無効化できるのも私しかいません。私はフレイヤを無効化するための準備を行ってきました。それがこちらです。これはフレイヤエリミネーター、フレイヤを停止させる装置です。おお、フレイヤを。こういった事態に備え改良を進めていました。改良。はい、フレイヤは刻々とその組成を変化させます。その組成に対応する反応を見つければ臨界反応を停止することができます。しかし3年前の対戦では爆発までの約19秒で現場環境データをプログラムに入力する必要がありました。たった19秒。それにプログラムを完成させても実行時間はコンマ04秒のみ。そんな奇跡のようなこと。はい、そんな奇跡のようなことをできる人間など普通はいません。そこでこの改良型フレイヤエリミネーターは現場環境データのプログラミングを外部から受信できるようにしました。それはパイロットが現場環境データを入力しなくてもよいということでしょうか。はい。しかし誰が。私です。アインシュタイン博士自ら。はい、受信のタイムラグをなくすため私もリューネベルクへと赴きます。いいのか。作った責任を取りたいの。でも問題はもう一つ。まだ問題が。この改良型フレイヤエリミネーターは爆発時に有効範囲100メートル以内にフレイヤがあれば無効化することができます。ですが高速で移動するフレイヤを有効範囲内に収めるにはパイロットに高度な技術が求められます。現在リューネベルクが所持している可能性があるフレイヤの数は4発。そうなると腕利きのパイロットが4人も必要となるのか。4人か。分かった。パイロットは私が何とかしよう。これでフレイヤに対応することができるということに。それならあとはナナリー様たちを無事に救出できれば。人質に関しても問題ありません。フレイヤへの対応策が見えたことで救出班をリューネベルクに送ることができます。ではこれで。はい、戦争は止められます。皆さんどうでしょう。ゼロの提案の通り救出作戦を進めてもらうのは。賛成です。賛成。黒の騎士団に任せよう。お願いします。ゼロ、ナナリー様をお救いください。賛成多数。人質を救出しリューネベルク軍の脅威を取り除くことを黒の騎士団に要請します。ゼロ。了解した。ようやくだ。これでようやくリューネベルクを止めることができる。ナナリーたちみんなを必ず無事に助け出してみせる。失礼します、ナナリー様。グーデリアン首相、何度お話しされても私の答えは変わりません。しかしナナリー様が首を縦に振っていただかないことには御身をここから出すことはできません。それでもです。ではお連れの方がどうなっても
あなたたちがそこまでして帝国の再興を望むのはどうしてです？世界は対話という手段を持って平和の道を歩んでいます。それなのにあなたたちはこのように暴力に訴える。それでは力を是としていた帝国の復活を望んでいると世界に思われてしまいます。帝国の再興を望むのなら別の手段でも。いいえ、ナナリー様。我々は力を是とする帝国の再興を望んでいるのです。シャルル皇帝陛下が治められていた時のように。確かに今の世は平和と言っていいでしょう。戦争は終わり、争いのない日々を人々が安心して暮らしている。しかしそれで恩恵を受けたのは弱い者たちだけ。力を持っていた者たちは地位も権利も奪われた。だから取り戻すのです。力ずくでもね。その考えは間違っています。力で奪ってはまた。それにですね、ナナリー様、こうでもしないと救われない人間がいるんです。いけない。このままではまた大きな争いが起きてしまう。どうにかしないと。私に勇気をください、スザクさん、お兄様。待っていてくれ、ナナリ。すぐに助け出す。待たせたな。こちらの準備は終わった。了解だ。では状況を整理しよう。3日前、私たちがいるこのリューネベルクが超合衆国に対して宣戦布告を行った。理由は先日のキルアニア共和国での一件ということだけど、おそらく建前だろうな。実際はパイドパイパーを介してフレイヤを手に入れたからだろう。ええ、ゼロからの情報だと他にも3発ものフレイヤがこのリューネベルクに持ち込まれたらしい。合計で4発。これでは黒の騎士団もおいそれとは手出しできない。それに加えてナナリーら人質の件もある。リューネベルクに身を寄せる元王子のカリスに招待されて。カリスはまだ9歳だ。おそらくノーランドの指示によるものだろう。このタイミング、フレイヤとナナリーが揃ったことで宣戦布告に踏み切ったと見るべき。ナナリーさん、確かにフレイヤと人質をちらつかされてはリューネベルクへの強硬な姿勢を示すことはできんだろう。特に今の超合衆国評議会ではな。でも幸いなことに私たちがここにいる。黒の騎士団と連携してこの事態を打破するんだ。打破するって、そんなことできるんですか？俺たち5人しかいないんですよ。大丈夫。こっちには天才的な戦略家がいるからね。お前な、ここまで来たら戦略もないだろう。ナナリーたちを助け出しノーランドを止める、それしかない。とか言いながら、そのための作戦はすでにあなたの頭の中にあるんでしょ。お前、少し会わない間にずうずうしくなったな。大人になったと言って。まったく。ではまず俺たちの作戦目的だ。目的は大きく2つ。1つはナナリーら人質の救出、もう1つはノーランドの捕獲だ。パイドパイパーじゃないんですか？パイドパイパーを捕まえてフライデーやサーシャを。早まらないで、ソーマ。確かに私たちはパイドパイパーを捕らえるためにここに来た。しかし現在リューネベルクは全世界の脅威となっている。この事態を解決しない限りパイドパイパーを捕らえることも子供たちを助けることもできない。まあ話は最後まで聞いてくれ。ノーランドの捕獲を最優先にしている理由はフレイヤだ。でもフレイヤは。当然黒の騎士団でもその対応策を取っているだろう。しかし完璧じゃない。それほどフレイヤという兵器は危険なものだ。それならば撃つ前に頭であるノーランドを抑えるというわけだな。そうだ。国王でもあり軍司令官でもあるノーランドを抑えればフレイヤの脅威はなくなる。わかりました。さて目的を明確にしたところで、ここからが今回の作戦だ。開戦からこの3日間、
主要住居であるカイゼルブルク宮殿に戻った様子がないことから、ノーランドはクリスフォート軍基地にいるものと考えられる。一方、ナナリーら人質となっている者たちはカイゼルブルク宮殿から移動させられた形跡がないため、宮殿内に囚われている可能性が高い。そこで俺たちは軍基地と宮殿、その両方を同時に襲撃する。同時にか。確かにどちらか一方が成功したとしても対応策を取られ、もう一方の達成が難しくなってしまうな。確かにそうすべきだと分かってはいるが、いかんせん、こちらには相馬を合わせても5人しかいない。絶対的に人手が足らんな。とは言っても奇襲作戦である以上、黒の騎士団やグリンダ騎士団に応援は要請できないし、その時間もない。だからこの7人でやるしかない。7人？ここには5人しか。新鮮なオレンジはいかがですか？なのです。フレイヤエリミネーターか。確かに条件が非常にシビアだ。手だれのパイロットでなくては成功させるのは難しいな。そこで私の独断で担当するものを決めさせてもらった。一人目はジノ・バインベルグ大将。当然だな。二人目はコーネリアリ・ブリタニア大将。そして私だ。待ってくれゼロ。コーネリア様の代わりに私が。私に恥をかかせるな、ギルフォードよ。それにお前は目の問題があるだろう。それは相変わらず心配性なやつだ。それよりもゼロ、フレイヤは4発だと聞いているが、最後の射手は誰になるんだ？私です。彼来てくれたのか？当たり前でしょ。こんな一大事にじっとなんてしていられないもの。光月が来てくれたのなら心強いな。フレイヤに対応するのはこの4人。現在急ピッチでそれぞれの機体をフレイヤエリミネーター用装備に換装している。準備が整い次第リューネベルク制圧作戦を開始する。しかしゼロ、フレイヤはいいとして例の救出班は本当に大丈夫なのか？黒の騎士団の人間ではないんだろう。心配は無用だ。彼らならきっとやり遂げてくれる。彼らなら。了解。日が変わると同時に作戦を開始する。君たちの健闘を祈る。お互いにね。聞いての通り、フレイヤエリミネーターを搭載した機体の準備が間もなく完了する。準備の整った黒の騎士団がリューネベルク制圧作戦を開始するのが日が明けた深夜1時。私たちはそれまでの1時間で人質を救出すると同時にノーランドを捕らえる。よし、それでは各自作戦までの準備を進めてくれ。はい。すまないな。またお前たちに力を借りてしまって。何をおっしゃいますルルーシュ様。主のためならばいついかなる時でも参上いたします。それがナナリー様を助けるためであるならばなおのこと。ナナリー様助ける、絶対に。それにバーストチルドレンの子供たちも。ああ、子供たちを助ける鍵はジェレミアの力にかかっている。くれぐれも頼む。イエス、ユアマジェスティ。なんだ、柄にもなくセンチメンタルじゃないか。柄にもないのは自分でもわかってる。相馬のことで頭を悩ませているのか。よく一緒に行くのを許したな。連れて行きたくはない。危険だと分かりきっているからね。でも連れて行かないと相馬は後悔することになる。後悔か。ええ、彼はそういう人間。自分が関わっていない結果に納得できない。だから自分が関わらないと後悔する。それが
どんな結果であったとしても。どんな結果ってお前？そうならないために私がいる。私も相馬を連れて行くと決めた以上、相馬や子供たちを無事に助ける責任があるから。大人になったな、お前も。さっきそう言ったでしょ。そうだったな。基礎の操縦方法は問題なさそうだな。はい。黒富士で教わっていたので、このタイプのコックピットは初めてですが、なんとかなりそうです。そうか。だが相馬、お前にこの機体を貸すのはあくまでサポートのためだ。分かっているな。不要な戦闘はできるだけ避けるんだ。はい。フライデー、サーシャ、君たちは俺が絶対に助けるから。迎えの者はお待ちしておりました、カリス様。おお、そなたが私を案内してくれるのか。はい、どうぞこちらへ。へえ、ルルーシュと彼女がリューネベルクにね。パイドパイパーという人物を追っている過程で偶然にもあったらしい。今回の騒動はそのパイドパイパーってやつが仕組んだの？それはまだわからない。だが深く関わっていることは確実だ。まずはこの事態を解決しないとってことか。ああ、今世界はフレイヤの脅威にさらされている。一刻も早く安心を取り戻さなければならない。そのためのグレンがあれってわけね。カレン。よっ、カレンちゃん。来てくれると思ってたよ。ラクシャータさん、お久しぶりです。ニーナもこの前ぶり。これって特式ですよね。なんだか前と違うような。タイプ 02SP2 グレン特2式。今回の作戦用にカスタマイズしてある。他の機体はフレイヤエリミネーターを使用するためのシステム調整のみなんだけど、グレンだけは特別仕様なの。私だけ特別仕様？敵がどう打って出るかわからない以上、エースの機体だけでもってゼロの指示さ。マリ視点から着想を得た高速型エナジーウィングを採用している。マリ視点って少し前に話題になっていた黒いグレン型ですよね。ああ、あれも今じゃうちの管轄なんでね。特式に転用したのさ。通常のエナジーウィングと違って攻撃と防御の機能をオミットした代わりに純粋な推進力は桁違いだ。今回の作戦にうってつけだろう。フレイヤでいかなる犠牲を出すわけにもいかない。そのための機体だ。責任重大だね。でも頼られたからには応えてみせるよ。ああ、頼りにしているよ、彼。失礼します、先生。カリス様をお連れしました。そなたは確かゲオルグの言っていた。はい、パイドパイパーと申します。ご足労いただき申し訳ありません、カリス様。なんだ、他の者は G はどこにいる？心配はいりません。マゴーバ殿も後から来ます。カリス様に少しだけ私の話を聞いてもらいたいのです。話？はい、少しの間私の目をよく見て聞いてくれますか？目を？はい、この目です。今日で3日か。いつになったら帰れるんでしょうね、私たち。ごめんな、二人とも。大変なことに巻き込んじまって。いえ、リバルさんのせいじゃありませんし。閉じ込められているだけだからな。
俺たちよりもナナリー様が心配だ。そうね。すぐにナナリーだけ引き離されて状況がわからないもの。ですが私たちが無事でいる以上ナナリー様もご無事かと。そうよね。ぶっちゃけ私たちに人質の価値なんてないもの。悲しいこと言うな。でもナナリーが無事だってわかるだけでもいいか。しかしグーデリアン首相は何が目的なのかしら。本当に帝国の復活を考えているわけじゃないわよね。まさか平和になったこの時代に。皆さんお静かに。今何か。なんだ今のって爆発の音じゃない？今のなんだ？すぐに調べろ。はい。こちらオレンジ2、奇襲成功、敵格納庫破壊。敵襲だ！ナイトメアを出せ！ダメだ、格納庫やられてる。何事だ！敵襲です。一番格納庫がやられました。敵の数は？確認できているだけで1機です。1機だと？ならすぐに2番3番からナイトメアを出して迎撃に向かわせろ。しかしほとんどの機体が各方面に出ていて残りはごくわずか。いいから出せるだけ出せ。こうなったらあいつらも出す。了解です。何が起きている？どうやら敵が来たようですね。敵？カリス様。おお、マゴーバ殿、ちょうど良いところに。カリス様を滑走路にお連れください。脱出艇を準備しております。わかりました。パイドパイパー殿は？私にはまだやるべきことが残っています。後から合流しますので先に脱出してください。わかりました。行きましょう、カリス様。わかった。そろそろ大詰めだな。オレンジ2から各機へ。敵機接近。陸戦機約20。いたぞ！撃ち落とせ！こちらペンデュラム。了解だ。新手だと？もう一機いたのか！L2 の言った通りね。迎撃の敵の数が少ない。基地襲撃チームには真正面から乗り込んでもらう。正面？いくら奇襲といっても相手の本拠地だぞ。この数で真正面から攻めるなんて。問題ない。現在リューネベルクはサンルイズ、アクアシティ、ピアスの3方面に部隊を展開しながらカートフェルに戦力を集中しつつある。リューネベルク軍の規模と展開している戦力を考慮すると軍基地に残されている戦力はわずかだ。かつ初手でメインの格納庫を破壊すれば現状の戦力で十分に渡り合える。よし、このままノーランドのいる敵司令部を目指す。奇襲でメイン格納庫を破壊したのか。そうなるとこの基地に残された正規のナイトメアは30にも満たないだろう。残存兵力を見越しての戦術か。どうやら相手は戦いに慣れているものらしい。ならばこちらにお鉢が回ってくるか。さあ私のバーストチルドレンたちよ、君たちの出番だ。大いに役に立ってくれよ。はい。では私も自らの役目を果たすとしよう。黒の騎士団に接収される前に持ち出したあれでね。軍基地の方が襲われたらしい。この宮殿の守りも固めるんだ。おい、何をやっている。
そいつらは何者だ。バカ、カリス様の使いの方々だ。人質の警護に当たってもらう。失礼のないようにな。そうなのか。これは失礼しました。いや、くれぐれも宮殿の警護を頼む。リューネベルクのクリスポート軍基地で戦闘を確認。救出班が作戦を開始したようです。よし、各方面の部隊に通達。進軍準備だ。はい。ゼロ、聞こえているな。こちらフレイヤ太陽班はブリタニア共和国とリューネベルクの国境線に到着した。これでいつでもフレイヤに対応できる。了解だ。では予定通り約1時間後に進軍を開始する。そちらの指揮は任せたぞ、タルール司令。ああ。ではニーナ、私たちはそれぞれのナイトメアで待機する。もしもの時は頼む。出番がないことを祈ってるよ。まったくだ。ではゼロたちも気をつけて。これで終わり。これで第一波のナイトメアは全て倒した。なら見たことのない新型。でもあのカラーリングはキルアニアの時と同じバーストチルドレン。でもこれも L2 の読み通り。基地の残存ナイトメアが片付いたら気をつけろ。パイドパイパーがリューネベルクにいる以上、バーストチルドレンのナイトメアが出てくる可能性が高い。リューネベルクの予備戦力ということか。確かに自利品になったらパイドパイパーに泣きついてでも出してくるだろうな。サーシャたちが。そうなったら少しの間耐えてくれ。バーストチルドレンへの対応策も用意してある。今は L2 たちを信じるだけだ。正確に狙ってくる。これもバースト手術によるもの。落ちろ落ちろ落ちて。反撃できないのはジェレミアさんとソーマが来るまで耐えて。アーニャ落ちろ落ちろ。チェリー、待たせたな、あーちゃん。目覚めよ、子供たち。何？ガーフィールドさん、ここが最後です。よし、これで。先行するドーメキとアーニャは陽動だ。ルルーシュたちが宮殿に入るため？それもあるが、もう一つ、ジェレミアが基地内をギアスキャンセラーでクリーニングするための陽動だ。ジェレミアには敵がアーニャたちに気を取られている間に俺が指定するポイントに向かいギアスキャンセラーを使ってもらう。どういう意味？私のキャンセラーには有効範囲があるのだ。そのため基地内のどこにいるかわからない子供たちのギアスを解くには数箇所で使用する必要がある。なるほど。先に子供たちのギアスを解除していれば少なくとも自爆は防げるからね。そういうことだ。ただし相馬がそうだったように子供たち自身はギアスを解かれたことがわからない。戦闘状態に入っている子供がいたら十分に注意しろ。命令のままに攻撃を続ける可能性が高い。でもこれでサーシャたちを助けられる。ああ、お前にもジェレミアのサポートをしてもらうぞ、相馬。はい。ギアスが解かれているならやられた。
せたりしない。うわー！何？ガーフィールドさんたちの邪魔はさせない。サーシャを助けるんだ。この声、相馬。少年、戦場でよそ見とは感心しませんね。何者？ジェリー。カルラ・シュラックマン、あの機体がどうしてここに？その機体はキルアニアン。どうやら私を追ってここまで来たようですね。正規の滞在人さん。軍基地が襲撃されたか。おそらく黒の騎士団の手の者。ここまで来たらもう戻る道などありはしない。私だ。ナナリー様以外の人質はもう不要だ。始末してくれ。構わん。ナナリー様は私が。さっきの声、貴様か。パイラパイパー。ご明察の通りですよ、同盟ディゼル。正規の滞在人の一人であるあなたとお手合わせできるとはね。フレイヤを手に入れ、リューネベルクへとやってきた。貴様の目的は何だ？もうすぐわかりますよ。もうすぐ。俺、気絶していたのか。動かない。とにかく外に。相馬、やっぱり相馬だった。サーシャ。この機体に乗っていたのはサーシャだったのか。なんだよ急に。グーデリアン首相からの命令だ。お前たちの死刑が決定した。死刑って私たち何も。黙れ。口を開くことは許していない。そうだ。黙って言うことを聞かなければこうなる。何をやっているんだ。これはもしかして。最後、今だ。皆さん伏せてください。え？なんだ今のは。でも助かりました。みんな無事か。ルルーシュ。相馬、どうしてあなたこんなところに。サーシャ、君たちを助けに来たんだ。無理よ。言ったでしょ。私たちは逃げられない。パイドパイパーの言いなりだから。そんなことない。もう君たちは自由なんだ。パイドパイパーにかけられたギアスっていうのをジェレミアさんに解いてもらったんだよ。これで君たちがパイドパイパーの命令に従うことはない。私たちが自由に。ああ、嬉しい。サーシャ、ここにはまだたくさんの子供たちがいるんだよね。なら協力してくれ。2人で子供たちを助けるんだ。
私たち二人で。こうやってサーシャのことも助けられたんだ。きっとできるはずだ。わかった。大丈夫ジェリー。私は大丈夫だ、あーちゃん。だが機体は伝送系がやられてまともに動かない。これでは戦闘は無理か。こちら相馬。ジェレミアさん、聞こえますか？おお、少年、無事だったか。はい、無事です。それより子供たちがいる場所が分かりました。俺はこれから子供たちを助けに向かいます。待つのが危険すぎる。平気です。俺が必ず子供たちを助けてみせます。少年、どうする？我々の最優先事項はノーランドを捕らえること。私たちだけでも司令部に向かおう。わかった。この地下格納庫の先が私たちの待機場所だったの。そこに残りの子供たちがいる。格納庫ってことはナイトメアも？だったらそのナイトメアを使ってここから脱出しよう。すぐに黒の騎士団も来てくれるんだ。黒の騎士団が？黒の騎士団にはサーシャたちの爆弾も取り除ける人がいるんだって。みんな普通の子供に戻れるんだ。普通の子供に？みんな助けに来たよ。あれ？サーシャ？みんなナイトメアは登場して待機のはずでしょ？それが変なんだ。先生から僕たちだけでここにいるようにって。各駅閉鎖。今の音、もしかして鍵が。ダメだ、開かない。さーて、仮面の王が彼女に到着するのも間もなく、こちらも最後の仕上げに取り掛かるとするか。カリス様をお連れしました。すぐに発進を。了解です。脱出ルートはピアース方面。進路オールクリア。発進します。ナナリー姉様。失礼します、ナナリー様。グーデリアン師匠。ダメだ、やっぱりロックがかかってる。他に出入り口はないの？向こうにナイトメア用のシャッターがあるよ。そこが開けば出られるかも。行ってみましょう。黒の騎士団の作戦開始まで時間がない。早く司令部を抑えないと。焦っているようですね、リゼル卿。そんなあなたに選択肢をあげましょう。選択肢？何の話だ？あなたは私を捕らえるためにこのリューネベルクまでやってきた。フレイヤ、バーストチルドレン、リューネベルクとの関係、理由はいろいろあるでしょう。それにギアス。何が言いたい？ソーマでしたっけ？フライデーのお気に入りの彼をこのリューネベルクで見かけました。どうやら私のギアスは解かれてしまったようだ。あなたたちはギアスを解く術を持っているらしい。それを知っていて私がバーストチルドレンを兵として使うと思いますか？ガーフィールドさん、聞こえますか？こちら相馬です。ジェレミアさんと連絡が取れなくて、バーストチルドレンの子供たちを見つけたんですが、閉じ込められてしまったみたいで、聞こえていたらこちらに。パイドパイパー、貴様！私にとってあの子たちは駒であり、あなたたちに対する人質でもある。子供たちのもとには金で雇った私の部下を向かわせた。さあ選択するんだ、ディゼル卿。このまま戦って私を捕らえるか、子供たちを救いに行くか、魂の選択だ。聞こえますか、ガーフィールドさん。待って、ソーマ、何か近づいてきてる。この音って
ナイトメア。サーマ世界の変革に関わったものがどんなものかと思ったのだが、なんだ、ただのアマちゃんじゃないか。その選択が正解かどうか試してみるとしよう。ボス、指定の各駅の前に着きました。では中の子供たちを処分したまえ。わかりました。おい、各駅を開けろ。了解だ。シャッターが開く。銃、みんな逃げるんだ。撃たれる。逃げなきゃ。早く。サーシャ。私にはわかる。私たちはこれから処分されるんだ。この逃げ場のない場所でナイトメアに撃たれて、パイドパイパーは最初からこうするつもりだったんだ。だからみんなをここに集めていた。このままだとみんな死んじゃう。ソーマもごめんね。ソーマ、結局巻き込んじゃった。だからソーマは私が助ける。絶対に。だって私嬉しかったんだ。ジョーもいなくなってどうでもよくなった私のこと、気にかけてくれたこと、一緒に逃げようって言ってくれたこと、助けに来てくれたこと、全部嬉しかった。だからサーシャ、早くこっちへ。私怖くないんだ。この言葉を言うの。バーストチルドレンを確認。悪いなガキども。サーシャ、何を。助けて。なんだ、一気やられたぞ。ガキが自爆したのか。ファクトスフィアが焼き付いてやがる。サーシャ、サーシャ。高度1000に到達。なんとか飛び立てたな。カリス様、どうかなさいましたか？ねえ、クリスフォートの上を飛べる？最後にリューネベルクという国を見ておきたいんだ。わかりました。旋回しますので少しお待ちを。ありがとう。サーシャ。吹き飛ばされる前にさっさとガキどもを処分しよう。わかった。また動き出した。どうしよう。よかった、無事で。爆発、もしかしてサーシャって子が。ナイトメアだと。お前たち。外にトレーラーを止めてある。そこまで急ぐんだ。そこで何をしている。そいつらは人質のはずだ。
の方たちを傷つけることは許しません。今のうちだ、急げ。くそ、せっかくルルーシュにまた会えたんだ。絶対にやられたりしねえからな。銃撃音か。どうやらあなたたちの助けが来たらしい。はい。おそらく黒の騎士団が動いてくれたのでしょう。やはりこの国はここまでのようです。そこまで分かっているのならもうやめましょう。グーデリアン首相、帝国を再興しなくてもブリタニアの人々は強く、そして多くの人々と手を取り合って生きていけます。過去と向き合い、新しい生き方を。そうではありません。そうではないのです。ナナリー様、あなたは間違っておられる。間違っている。でもあなた方は帝国を再興するために私を。はい。だが帝国の復興はあくまで手段でしかない。あの方が見ているのはもっと先の世界。あの方とはノーランド王のことですか？ノーランド王は何を？問答は無用。いえ、無駄です。この国はここまでなのですから。いいえ、人はやり直せます。だからそれもまた間違いなのですよ、ナナリー様。私が忠義を捧げた帝国の公女殿下、あのような兵器ではなく、せめて私の手で。そこまでだ、ゲオルグ・グーデリアン。無事か、ナナリー。お兄様、私は無事です。それより何かがおかしいんです。この国がなくなると。なくなる？フレイヤか。さあ、その手でこの国を終わらせてください、カリス様。カリス様、リューネベルク上空です。ここからなら街が一望できて。ありがとう。これで私の使命を果たせる。え？貨物室のハッチが。スザク！ゼロ騎士グレン特二式発艦。ナイトメア！動くな。この司令部は我々が制圧させてもらう。黒の騎士団か。貴殿が司令官か。ノーランド王はどこにいる？全ては無意味だ。何？まさか自国にフレイヤを落とすなんて。コーネリア様、私たちも。ならん。第2射以降の可能性もある。私たちは控えていなければ。彼、ゼロ、頼むぞ。敵の基地から飛行型ナイトメア！敵です、ゼロ！デッキがそちらに向かっています。妨害しようというのか。彼、これより直縁に入る。フレイヤを頼む。君の方が早い。了解。 ME ブースト。ラディアインって早いナイトメアだ。なんとしてでも撃ち落とせ。させない。騎士団だ。カレン、ニーナ、頼む。追いついた。ニーナ。環境データ入力、プログラム構築完了。プログラム送信。カレン受信完了。プログラムドライブ。フレイヤなんて落とさせるか。
フレイヤを落としたのか。フレイヤ大丈夫だ。見ろ。消えた。今のってフレイヤ？失敗か。司令、今なんと？黒の騎士団の御人。ここにいる兵たちは本当のことを知らん。全ての責任は基地司令の私にある。どういう意味だ？だから責任は私が取ろう。バカな。自ら命を。失敗か。ゲオルグ・グーデリアン、人質は解放させてもらった。即刻戦闘行為を中止し。降伏だ。リューネベルクは降伏する。降伏だと？ここまでしておいて。私です。我が主。敵司令部を制圧したのですが、ノーランドの姿がありません。ノーランドがいない？まさか陽動なのか？ここまでの全てのことが。ねえはるか、あっちの海の上に何か見えない？海の上って。おい宗盛、あのでかいのこっちに向かってないか？おいおい、あれって前の戦争で使われていた。ジューゴ様、大変です。何事です、そんなに慌てて。ダモクレスです。ダモクレス要塞がこの北海道に。なんだって？さあちゃん、ダモクレス。ようやっと来おったわなあ、黒の王よ。世界を変える時が来たんだ。ノーランド・フォン・リューネベルクが命ずる。北海道ブロックを制圧せよ。光和4年、世界は平穏を保っていた。しかしその平穏は2人の男によって破られた。1人はリューネベルク国王ノーランド・フォン・リューネベルク、もう1人はパイド・パイパーという謎の男。リューネベルクと同盟にあったキルアニア共和国をたぶらかし、黒の騎士団の介入を受けさせたパイド・パイパーはフレイヤと共に日本へと渡る。キルアニア共和国が所持していたのは、かつて東京疎開上空で使用されたものと同じ試作型フレイヤ。子供たちに試作型フレイヤを北海道に運び込ませたパイド・パイパーは単身ブリタニア大陸へと向かった。向かった先は新生ブリタニア帝国の崩壊とともに独立した小国リューネベルク、ノーランドが治める国。パイド・パイパーがリューネベルクに入った時にはすでにノーランドの計画は進行していた。フレイヤの入手、ナナリー顧問の誘拐、そして超合衆国への宣戦布告、この全ては世界を欺くため、リューネベルクという国さえ陽動のための犠牲にし、ノーランドはダモクレスをもって強襲した。リューネベルクの部隊がそこまで。モナベ君、大丈夫です。ジューゴ様たちのことをこの命に変えても。それではダメです。命がつながらない。亡き妻のシェリーと約束したんだ。子供たちに明日をつないでいくと。お父様、おじ様。モナベ君、昨夜と桜を頼みます。命をつないでください。しかしこの通りお願いします。わかりました。昨夜、桜、お前たちは頭のいい子だ。
自分たちの役目が分かっているね。お父様。はい。必ず役目を果たします。では行きなさい。私の愛しき娘たちよ。はい。本部からの援軍はほとんどがリューネベルク周辺に配置されており、到着まで時間がかかると。このままでは持たんぞ。なんだあの新型、バルクが違う。踏ん張れ、ここが最終防衛ラインだ。このままではジューゴ様たちをお守りするんだ。なんとしても。吉見さん、何を。吉見さん、くそ千歳白老幌別各基地との通信途絶。ゼロたちの到着までは少なくともあと4時間はかかります。ダメだ、このままでは。今度は何だ。札幌の庁舎がリューネベルク軍によって制圧されました。なんだと。シュトゥンペバリア発生機起動。シュトゥンペバリア発生機起動します。私はノーランド・フォン・リューネベルク。全世界よ、聞くがいい。合衆国日本の北海道ブロックは我々アインベルクが制圧した。そしてここにネオブリタニア帝国の建国を宣言する。フレイヤの爆発を止めることができた。ナナリーたちも無事に助けることができた。だけど私たちは。ああ、完全に負けた。ノーランドとパイドパイパーの2人に。ノーランドが北海道を制圧し、ネオブリタニア帝国の建国を宣言した。またも奪うことを許してしまった。全ては私たちの責任だ。ああ、パイドパイパーを追っていた俺たちならそれが大いなる陽動であることに気づける可能性があった。だが俺たちにはそれができなかった。パイドパイパーの存在に目をくらまされ、ノーランドの蛮行を許す結果になった。L2、私はこのままでは終われない。分かっている。俺も同じだ。ガーフィールドさん、俺も終われないです。相馬、俺はまだフライデーを助けられていません。もうサーシャみたいに失うわけには。わかった。取り戻そう。相馬、奪われたものを取り戻すんだ。取り戻す？ええ、私たちの手で。はい。ようやく始まったよ、ラーニャ。君のための戦争だ。私はね、決めたんだ。君のために世界を壊し、世界を作ってみせると。絶対に。